You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well. You're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all. すごいよ、これが自然なんだね。You're the first of the year. A warm kiss in the cold. 今回の旅は大分からスタート。佐賀関港から国道九州フェリーに乗って四国愛媛へ向かいます。料金はインターネット決済と往復割引で29,000円。車ごと乗れてこの価格はかなりお得です。九州から四国へ渡るなら断然このルートがおすすめです。所要時間は70分。高速道路を何時間も走るより圧倒的に速くて楽でした。安くて速い、まさに最強のルートです。フェリーの名前にもなっている国道九州は国道197号線の海上区間。日本で数少ない海の上を走る国道です。朝の海風が心地よくて旅の始まりを感じさせてくれます。海の上でリフレッシュして四国へ上陸しました。旅の楽しみといえばご当地グルメ。愛媛で人気のパン屋さんに向かいます。こんにちは、トイロトラベルです。今回は高知県を旅しました。1泊2日と短いですが深く記憶に残る旅になりました。ぜひ最後までご視聴ください。パンメゾンに到着。駐車スペースも広く止めやすいです。塩パン発祥のお店で多い時は1日6,000個売れるそうです。噛んだ瞬間カリッと音がするくらい薄く香ばしい生地の中からじゅわっと広がるバターの塩気。シンプルだけにその美味しさに感動しました。練乳入りやメープル塩パン、チョコ塩パンなどバリエーションも豊富です。クロワッサンも購入したかったのですがすでに売り切れていました。以前食べて美味しかったので楽しみにしていたのに残念です。人気のお店なので土日祝日は早い時間に来店されることをお勧めします。明太フランスさすがは塩パン発祥のお店。塩パンってこんなに美味しかったんですね。近所にあったら絶対通ってます。袋から出した瞬間ガーリックのいい香り。アスパラやトマトなど具材がゴロゴロ入った大人の卵サラダでした。牛肉がゴロッと入ったカレーパン。薄いもちもちした生地でたっぷりのカレーを包んでいました。朝からお腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。車で走ること2時間、
中津渓谷の近くまで来ました。この先は道が狭いので注意して進んでいきます。中津渓谷。あ、来ちゃったよ。来ちゃったね。どうするの？あ、いや無理っしょ。取れるかな。取れんうね。ん、どうするの？バックしようか。うん、取れんね。あっちがバックしたよあっ。ちがバックしてくれた。すいませんうね。ん。てっぺんトマト。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。あ、待ってる。待ってない。あ、結構狭いのね。うん。一般車両優先。へえ、すごい。この駐車場の入り口。自転車やったらちょっと後ろにひっくり返る。あ、ほいほいほい。はいはい。急な坂を登るとうん。無料駐車場があります。30台ほど止めることができます。中津渓谷入り口までは歩いて5分くらいでした。I see you smile. You know that you're my everything. 七福神を探しながら雨竜の滝を目指します。恵比寿天、福禄寿、毘沙門天、弁財天、布袋和尚、寿老人、大黒天、全部見つけられるでしょうか。渓谷沿いの道は整備されていて歩きやすいので初心者でも安心してトレッキングが楽しめます。渓谷に入るとすぐに毘沙門天発見。一人。渓谷の中はトンネルがあったり階段があったり歩いているだけでワクワクします。恵比寿天発見。これ赤い方に行くのかな。赤い方じゃない方に行くのかな。どっちでもいいか。赤いコーンは行き止まりでした。
けて。恵比寿様。羅生門だって。福60発見。ちょっとだけ探検気分が味わえます。あ、ねえ見て、これ可愛くない？おー、すごーい。なんかすごい神秘的だね。綺麗。雨竜の滝に近づくにつれ、水が勢いを増していきます。この先の坂道が急で、恐る恐る飛びました。固定予想発見。あ、お魚。ほら、あっこ。結構早いね、泳ぐの。どっちに先に行く？雨竜の滝行こっか。時間の都合で展望台には行きませんでした。岩がそびえ立っており、幻想的な雰囲気に満たされています。この橋の先にあるのが雨竜の滝。上から覗き込むと迫力満点。仁淀ブルーの青と
岩肌が融合して自然の雄大さを目の当たりにしました。探しに行きます。不動明王も発見。七福神ではありません。こんなところに寿老人発見。大黒天発見。七福神が見つからず地図を確認。弁財天発見。七福神制覇です。なんか揺れんくなったね。さっきまで揺れよったくせに。でも揺れるよ。肉眼で見たら揺れる。なんかさ、この穏やかな感じと雨竜の滝のギャップがすごいね。雨竜の滝まで片道30分の距離ですが、楽しすぎて2時間滞在しました。ランチは Google 評価 4.7 のこちらのお店。中津渓谷から車で約7分のところにあります。店内は8席ほどでそんなに広くありませんが、タイミングよく待たずに入ることができました。2人ともチキンスープカレーを注文。めちゃくちゃレベル高いです。しっかりスパイシーでうまみのあるスープ。一口食べて衝撃を受けました。レモンとナンプラーで味変するのがトランス流。さらに味に深みが出ました。旅先でこんなに美味しいスープカレーに出会えるなんて。美味しかったです。ごちそうさまでした。車は向かいの交流センターに停めることができます。次は安井渓谷に向かいます。そこから降りられる？安井渓谷へ向かう道はかなり狭く、対向車との離合も一苦労でした。運転には十分ご注意ください。トイレは安井渓谷駐車場にあります。通った。もうあっちに行った。もうめっちゃ怖かった。ちゃんと見て歩いた方がいいよ。蛇おった。怖いね。いや怖い。気をつけなきゃ。こっちか。セリ洞窟ある。
がさ、もうあの辺超滑らかじゃない？なんかちょっとさ、とろみかかってそうな。ね。あそこね。But when you're there and 綺麗だね。 darkness closes in, I will be the light that guides you time and time again. すごい。 Child, be strong and carry on. My love will be your anthem す song. ごいよ。これが自然なんだ I'll be ね。 your anchor in the storm. I'll be your peace forevermore. Faithful, tried and true, I will carry you. When your doubts come flooding in, you ask me where I have been. Why did I wait so 綺麗。 late? Oh, 綺麗だね。 couldn't I have changed this すごいね。 fate? これさ、少ない方だよね、水の量。 Reach out to me in きっともっと then you'll 季節 see が違うと多いんだよ。 joy comes through pain. Oh, child, be strong and carry on. My love will be your anthem song. I'll be your anchor in the storm. I'll be your peace forevermore. Faithful, tried and true, I will carry you. 水晶淵駐車場から砂防ダムまでは歩いて5分くらいです。うちらが探してた竹林発見。竹林だ。うん。水晶淵から車で30分。茶農家さんが営むカフェを訪れました。自家製茶葉を存分に使ったスイーツがいただけます。ほうじ茶苦手ですが、あえてチャレンジ。あ、見て、キャンプしてる。お、すごいね。キャンプしてるね。玉露のような濃厚なうまみのティラミス。お茶農家さんだからこそ出せる香りと味わいでした。一番のおすすめはやっぱりプリン。滑らかな口当たりのプリンとふわっと広がる香ばしいほうじ茶の香り。もう一個買えばよかった。心残りを残しつつ阿蘇沈下橋へ到着。橋のすぐそばに駐車スペースがありました。協力金お一人様100円を目安にだって。 100円？うん。5時？
5時のチャイムかな。のどかだね。ね。運動で沈下橋を作ったって。仁淀川には橋がなく、子供たちは渡し船で通学。増水のたびに学校を休まなければいけませんでした。ある日、子供たちの乗った船が増水で沈没寸前となります。これを機に架け橋運動が高まり、ようやく橋が完成。しかし、予算の関係でできたのは木造の橋。そのため、増水のたびに流されていたそうです。1974年、ようやくコンクリートの橋が完成。今なお、住民の生活になくてはならないものとなっています。本日のお宿はこちら。人生初の星野リゾートです。ワクワクしながらエントランスへ。チェックインを済ませたら、アメニティを受け取ってお部屋へ向かいます。カメラですね。高知の文化、食、おもてなしを存分に感じられる都市型ホテル。サウナと庭園露天風呂を備えた大浴場で旅の疲れを癒します。このホテルを選んだ最大の理由は後ほど紹介するとして、まずは夕食を食べに行きます。4組ほど並んでいましたが、10分も待たずに入店。待望の生ビール到着。教えてあげましょうか。そうだね。ノンアルコールです。いや、思いっきりキリンビールです。あ、クラシックじゃん。卵落としジャン麺を注文。ずっと食べてみたかったんですよね。熱いね。美味しいね。予想以上に美味しくてびっくり。好きな味でした。卵を崩す瞬間ってテンション上がりません？絡めて食べると滑らかになり、これがまた美味しい。ご飯に合うラーメンとのことで、ご飯を投入。よーく混ぜ混ぜ。美味しいに決まってる。来てよかった。美味しい？大満足です。ごちそうさまでした。長崎のオランダ坂、札幌の時計台は行ったことがあるので、日本三大がっかり観光地制覇です。卵焼き飯が食べたくて来店。タイミングよく待たずに入店できました。塩、醤油、味噌もあります。さすがにお腹いっぱいで断念。
ルを選んだ最大の理由がこちら。宿泊者限定でよさこい楽園ライブを体験できるんです。よさこいという言葉は結婚という意味を持つ日本最古の物語。入り口で出迎えてくれる木彫りの土佐犬。鋭さの中にも温かみのある表情をしています。1階のパブリックスペースでは、地元で人気の調味料やお菓子だけでなく、おもこうちオリジナルグッズを購入することもできます。それではお待ちかねのルームツアーです。今回予約したのは宴クイーンルーム。高知のお客文化をテーマにしたユニークな客室。各階にウォーターサーバーがあるのは嬉しい。洗面スペースも清潔で使いやすく、明るいのでメイクもしやすかったです。大浴場があるので使いませんでしたが、こちらも綺麗。トイレはもちろん独立タイプです。もう一つの推しがこちらの館内着。刺繍がかわいい。着心地もよく、めちゃくちゃ気に入りました。